皆さんこんにちは。早速なんですが、今あなたのデスクの前に置かれているお気に入りのハードウェア機材がですね、ええ。実はその脳みその 50% しか使っていなかったとしたらどう思いますか？いやー、それはもうかなり驚くと思いますよ。ですよね。なんかただの箱だと思っていたものが、ある日突然見えないネットワークにつながってスーパーコンピューターに変わるような感覚というか。なるほど。ハードウェアの物理的な制約を後からソフトウェアの力でやすやすと飛び越えてしまうっていう。そうなんです。これこそが現代の電子楽器における最もエキサイティングな現象ですよね。初日から完成されているんじゃなくて、ユーザーの手に渡ってから真の姿を表すというアプローチです。まさにそれです。今回私たちが深掘りしていくのは、世界中のトラックメーカーとかシンセサイザー愛好家の間で今とんでもない熱量を生み出しているエレクトロンの機材、トンバークです。出ましたね、トンバーク。はい。そしてそのポテンシャルを完全に開放した最新アップデート OS1.3.0 についてお話ししていきたいと思います。これ以前の OS1.1.0 で追加されたグライナーマシンとか 1.2.0 でのスティールボックスリバーグの時点ですでにコミュニティからは絶賛されていましたよね。ああ、そうですね。空間の深みを作るエフェクト群だけでも非常に高い評価を得ていましたから。はい。私もリバーブにはかなりお世話になっています。でも、あれはあくまで非常に優秀なサンプラーをさらに良くするためのアップデートだったと思うんです。対して今回も OS1.3.0 は、トンワークのアイデンティティそのものを書き換えてしまったというか。アイデンティティをですか？はい。サンプラーという枠組みを完全に破壊して、真のハイブリッド機へと昇華させたと話題になっているんですよ。確かに、単なる機能の追加ではなくて、根本的なサウンドエンジンの追加ですからね。そこは決定的なターニングポイントと言えます。そこで今日は、公式も大々的に教えている新次元のサウンドエンジンであるウェーブファインダーと、はい、ウェーブファインダーですね。それから日々の曲作りにおいて私が個人的に最も救われた神機能、ページループを中心に紐解いていきます。実用性という面でも見逃せない機能ですね。ただの機能紹介ではなくて、なぜこれが革新的なのか、そして海外フォーラムの厳しいユーザーたちがどう反応しているのかまで徹底的に解剖していきますよ。新しいエンジンが追加されたと聞くと、また覚えることが増えたのかって身構えてしまう方もいるかもしれません。わかります。ちょっとハードル高く感じますよね。でも、その内部で起きている数学的な処理と、それをどう音楽に変換しているのかを理解すれば、見え方は全く変わってくるはずなんです。いや、本当にそうなんです。ただここでちょっと初歩的な疑問からぶつけてもいいですか？はい、なんでしょトンバークってそもそもすごく優秀なサンプラーじゃないですか。う。そうです。もし私がシンセサイザーっぽい音が欲しいなら、手持ちのシンセを録音してそれをサンプラーで鳴らせばいいだけの話だと思うんです。なるほど。なぜわざわざウェーブファインダーという新しいウェーブテーブルエンジンをこの機材の中に組み込む必要があったんでしょうか？そこは非常に鋭い指摘ですね。生態的なサンプリングとウェーブテーブルシンセシスは根本的に音の扱い方が異なるんです。音の扱い方ですか？はい。サンプラーは録音された波形を A 地点から B 地点まで再生する、いわば写真のようなものです。写真。位置を変えたり、フィルターをかけたりはできますが、元の形そのものは変わりませんよね。確かに。映ってるものは同じですね。一方で、ウェーブテーブルは一周期分の短い波形が何十枚も重なったパラパラ漫画のようなものなんです。パラパラ漫画？エンジンの役割は、その波形と波形の間を滑らかに補完、つまりトランスフォームするながら再生することにあります。ということは、時間が経つにつれて形が変わっていくと。その通りです。時間経過とともに波形の構造そのものが動的に変化し続ける。これにより単なる録音データの再生では絶対に得られない生き物のようにうねる複雑な倍音7を作り出すことができるんです。なるほど。写真じゃなくて滑らかに変形していく 3D モデルをいじってるような感覚ですね。まさにそんな感じです。それがトンバークの中で完結するとなれば、確かにサンプラーの概念が変わりますね。そうなんですよ。では、その魔法のエンジンにどうやってアクセスするのか、あえて手順ごとに落ち着いて見てみましょう。実際に触る感覚ですね。はい。あなたが今、トンバークの前に座っていると想像してください。任意のトラックを選んで、おなじみの FNC キーを押しながら、FNC キーを押しながら、ソースボタンを押します。そして、ウェーブファインダーを選択するんです。すると、トラック番号の上に新しい波形がふわっと出現するんですよ。素晴らしいですね。
メニューの深い階層に潜るのではなく、いつものショートカットの延長線上に新しい次元が用意されている。はい、そうなんです。この視覚的なフィードバックが既存のユーザーのマッスルメモリー、つまり筋肉の記憶を邪魔しない見事な設計ですね。エレクトロンの哲学を感じます。これで準備は完了です。次に波形、つまりウェーブテーブルをロードするんですが、はい。ページ1、これがオシレーター1なんですけど、それを開いて D のつまみを回すと、ウェーブテーブルのプールが開けます。ここで重要なのは OS1.3.0 にアップデートした時点で即戦力となる75種類ものファクトリーウェーブテーブルがすでに同梱されているという事実ですね。あ、75種類も。はい。ユーザーが外部から波形を探してきてフォーマットを変換してといった綿棒な準備ゼロでいきなり膨大なサウンドパレットが手に入るんです。それはありがたいですね。キーボードボタンを押して音を鳴らしながらポジションのつまみを回していくんです。ポジションつまみですね。するとパラバラ漫画のページをめくるように画面上で波形の全体像がうねうねと変化していくのが視覚的に見えるんです。それは面白い。自分の耳と目の両方で今波形のどの部分を読み取っているのかを直感的に確認できる喜びがあります。複雑なデジタルシンセシスをハードウェアの物理的なつまみと画面の連動によって触るものにしているわけですね。さて、単一の波形をうねうねさせるだけでも楽しいんですが、はい。現代の電子音楽、例えばクラブで鳴り響くような分厚いサウンドを作るにはどうするか。ここでオシレーターのブレンドが登場します。ウェブファインダーは独立した2つのオシレーターを持っていますからね。これがサウンドデザインのようになります。そうなんです。ページ2に切り替えて、オシレーター2に別の波形をロードします。そしてオシレーター2のディテューンつまみを回してピッチをプラス7半音に設定してみるんです。テクノやハウスでよく使われるあの美しい完全5度のハーモニー、分厚いコードの響きですね。いわゆるコードメモリー的な非常に力強い倍音構成が生まれますね。さらに面白いのがこのプラス7半音のオフセットを保ったままオシレーター1のテューンを回すんです。そうすると2つの波形の音程差を完璧にロックした状態で全体のピッチが上下にスイープしていくんです。なるほど。たったこれだけの操作で巨大な壁のようなリッチな響きのシンセサウンドが作れてしまうんですよ。複数の異なる波形が重なり、さらに一定の音程差を保って動くことで音の密度が劇的に上がるわけですね。はい。しかしウェーブテーブルの進化はその波形を LFO やエンベロープなどのモジュレーションで自動的に動かすところにありますよね。そう、そこが一番のハイライトです。アニメートデプスというパラメーターがあるんですが、これが本当に奥深いんです。通常ウェーブテーブルのモジュレーションは波形を前に進めるために使われますが、このアニメートデプスはマイナスの値に設定できるんですよね。そうなんですよ。つまり LFO を使って波形を逆再生方向にスキャンさせることが可能になるんです。それは非常にユニークですね。はい。しかもエレクトロン特有の少し癖を割る LFO の波形、例えばランダムとか指数関数的なカーブを組み合わせてマイナス方向にスキャンさせる。するとどうなるんですか？最初は静かで丸い音だったものが鍵盤を押しっぱなしにしていると徐々にシュワーっと倍音が広がっていくんです。シュワーっと。グラニューラーシンセスにも似た立体的で有機的な変化を見せて、まるで音が呼吸しているような感覚に陥ります。計算し尽くされた波形の補完をあえて LFO で強引に引き剥がすようなアプローチですね。はい、まさに。デジタル特有の冷たさではなく、非常に生々しい動きが生まれるメカニズムですね。さあ、ここまでが正しい使い方だとしたら、ここからが今回の深掘りで私が一番熱をお伝えしたい部分なんです。何でしょうか？もし私がこの精巧なウェーブテーブルエンジンに私が自分で録音した全く関係ない音を放り込んだら、技術的にはどうなるんですか？それはシステム設計に対する明確な違反ですね。違反ですか？はい。ウェーブテーブルエンジンは数学的にきれいに切り揃えられた一周期分の波形が規則正しく並んでいることを前提に、その間を補完するようプログラムされています。そこに周期性を持たない不規則な録音データを入れるというのは、エンジンに処理不能なエラーを意図的に起こさせるようなものです。そう、そのエラーを利用した裏技がとんでもない魔法を生むんです。魔法ですか？
ウェーブテーブルを選ぶ画面で SD カードから例えばのどかな森の鳥のさえずりみたいな数十秒の普通のサンプル、フィールドレコーディング素材をあえて読み込ませます。エンジンはその長い録音データを無理やり細切れのウェーブテーブルとして解釈しようと必死に計算を始めますね。はい。もちろんそのまま再生しても変な音がするだけなんですが、ここでそのサンプルのピッチを数オクターブ思い切りガツンと下げてみるんです。なるほど。エンジンが想定していない複雑なデータを極端に遅い速度で強制的にスキャンさせるわけですね。すると補完の計算が完全に破綻して強烈なデジタルアーティファクト、つまりノイズが発生するはずです。その通りです。あの平和な鳥の鳴き声が元のざらついた環境音の質感だけを残しながらじりじりギュルギュルといったバグったような凶悪なテクスチャーに変化するんです。凶悪なテクスチャー。例えるならのどかな森の小鳥が瞬時に巨大な機械のモンスターに表変するような衝撃です。それは非常に興味深い現象ですね。単なるノイズではなく元のサンプルの倍音構造とウェーブテーブルエンジンが無理やり補完しようとした際の計算のズレが掛け合わさって生まれた唯一無二の音響合成と言えます。はい、本当に唯一無二です。歴史においてデジタルのバグやエラーを音楽的なテクスチャに昇華するという伝統がありますが、まさにその最新形態ですね。日常の音が簡単な手順で全く予測不可能なモンスターサウンドに変わる。これだけで永遠に遊べてしまいますよ。想像するだけでワクワクしますね。ただ、ここで一つの現実的な問題に直面するんです。現実的な問題？どれだけウェーブテーブルで複雑な音をネルを作れても、それを曲としてシーケンスしていく過程で、メニューの海に溺れたり、ワークフローが止まってしまっては、楽器としては失格ですよね。多機能化は往々にして、ユーザーの直感的な操作感、いわゆるフロー状態を阻害する原因になりますからね。最大256ステップという長大なシーケンスを組める素晴らしいシーケンサーが売りです。でも、だからこその大きなジレンマがありましたよね。そうですね。256ステップということは、一般的な4つ打ちのテクノであれば、16小節分もの長い展開を1つのパターンで作れるということです。しかし、その長さゆえに、局所的な修正が非常に困難になります。そうなんです。128ステップ目のハイハットのベロシティちょっと変えたいなと思ったとき、これまでの OS だと、再生バーが128ステップ目に到達するのをひたすら待つか、シーケンサー全体を一度止めてエディットするしかなかった。その待ち時間が作業のテンポを落としていたわけですね。そう。曲作りのテンションをどれだけ下げていたか。音楽的なアイデアが湧いている瞬間に機材の都合で作業を止めさせられるのはクリエイターにとって最大のストレスですからね。それが今回の OS1.3.0 で追加されたページループ機能によって完全に解決したんです。ついに解決ですか？特定のページ、例えば128ステップ目を含む16ステップの区間だけを選んで、そこだけをループ再生させることができるようになりました。つまり巨大なキャンバスの中から今修正したい数センチの領域だけをズームアップして音を鳴らしながらリアルタイムに筆を入れることができるようになったわけですね。はい、エディットの待ち時間が完全に消滅しました。これは新機能の派手さには欠けるかもしれませんが、実際にハードウェアで曲を作る人間からすると、ウェーブファインダーの追加以上に喚起する、直感的で音楽的なワークフローの革命なんです。ユーザーの心理的な障壁を取り除く非常に的確なアップデートですね。他にもワークフローを洗練させる細かな調整がいくつも入っているんですよね。そうなんです。例えばサブトラック同士で音が被らないようにするチョークグループの追加。それですね。これはドラムのハイハットのオープンとクローズを作るときなどに必須の機能です。あと、ライブパフォーマンス向けに追加されたトラックミュートの予約機能も素晴らしいですよね。予約機能便利ですよね。
次の小節の頭でベースをミュートしたいとき、事前にボタンを押しておくと、本来音が鳴るはずのタイミングに合わせてボタンが点滅して、視覚的に教えてくれるんです。それは安心ですね。ライブの熱狂の中で、あれどのトラックのミュート予約したっけってパニックになるのを防いでくれます。さらに、アルペジエーター、アープ機能のランダム化も強化されていますね。はいはい。こうしたかゆいところに手が届くアップデートの積み重ねが、トーンワークを単なる計算機から手に馴染む楽器へと別次元に引き上げている事実は見逃せません。まさに楽器としての触り心地が洗練されましたよね。さて、私たち2人はここまで大絶賛してきましたが、外の世界、つまりレディットやエレクトロナウツといった海外のコアなフォーラムではこのアップデートはどう受け止められているのでしょうか。公平にチェックしていきたいと思います。全体的な反応としては圧倒的な賛辞と言っていいでしょうね。初期 OS の時のバグによるフラストレーションが純粋な喜びに変わったという安堵の声が多く見られます。特に私が面白いなと思ったのは、高価なヴィンテージシンセサイザーの音をマルチサンプリングしてトンバークに詰め込んで持ち運べる夢のハイブリッド機として絶賛されている点です。夢のハイブリッド機ですか？はい。重たくて壊れやすい実機をスタジオから持ち出さなくてもこれ1台で完結するじゃないかと。しかし当然ながら全てが完璧だと称賛されているわけではありません。コアなユーザーだからこそ未だに実装されていない機能に対する根強い不満も客観的な事実として議論されています。確かにオンデバイスでのサンプルスライス機能がないという不満は未だによく見かけますね。そうですね。2026年にもなってこれだけ強力なサンプラーを名乗っているのに、機材単体でドラムループをスライス、自動分解できないというのは、新規ユーザーからすると少し不可解な仕様かもしれません。スライス機能がないならまだ買わないと明言している層も確実に存在します。やっぱりそうですか。また、オーディオのテンポをピッチを変えずに合わせるタイムストレッチ機能の欠如やマルチサンプルの持続音、サステインのループポイントを編集する際に、どうしても PC の外部ソフトに頼らざるを得ない点も議論の的ですね。ハードウェア単体で完結しない部分があることへのジレンマですね。なぜエレクトロンはこれほど要望の多いスライスやタイムストレッチを最初から入れないんでしょうか。どうなんでしょうね。CPU パワーの限界なのか、それとも事前に PC で素材を仕込んでハードではシーケンスに集中しろという哲学的な誘導なんでしょうか。両方の側面があると思いますが、私は後者の哲学の要素が強いと見ています。制限を設けることで独自のワークフローを生み出させる。なるほど。しかし、こうした不満の声はネガティブなものではないんですよ。というと、ここがダメだから使えないというより、ここさえ実装されれば完璧なのにという強烈な期待の裏返しなんです。ポテンシャルの再評価と言えますね。なるほど。そしてその期待に応えうる土台がトーンバークにはあるということですよね。実際にこの機材、内部的には Linux ベースのプラットフォームで動いていると言われています。そうです。つまりトーンバークはシンセサイザーの形をした超小型の Linux コンピューターなんです。だからこそ、ウェーブファインダーのような全く新しいサウンドエンジンを後から丸ごと追加できるんですね。今後のアップデートでスライスもタイムストレッチも、あるいは誰も想像していないような新しい機能が追加される進化の余白を大量に残しているモンスター機材だと総括できます。いや、本当に恐ろしい機材ですね。買った瞬間がピークなのではなく、共に成長していく楽器。発売当初の不安定さを完全に払拭し、エレクトロン特有の直感的な操作感を保ったまま、サンプラーとシンセサイザーの境界線を消し去った。今回の OS1.3.0 は真のハイブリッド機として覚醒した決定的な瞬間と言えるでしょう。ということは、もしあなたが今トーンバークの購入を迷っているとしたら、今が間違いなく買いのタイミングだと断言できますね。はい、間違いありません。今日お話ししたウェーブファインダーのもっとディープな音作りや複雑なモジュレーションの世界を視覚的に確認したい方は、ぜひエレクトロン公式のチュートリアル動画をチェックしてみてください。実際の動きを見るとさらに理解が深まりますよ。そして、すでにトーンバークをお持ちの方は、今すぐアップデートして、あのページループの圧倒的な快適さをご自身の指で味わってみてください。さて、ここで一つ超重要なお願いがあります。この深掘りが参考になったウェーブファインダーでこんな音を作ってみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。お願いします。今後のエレクトロンのさらなる進化も一緒に追いかけていきましょう。知識として知るだけでなく、実際に自分の手でパラメーターを動かし、音の粒が変化するのを感じることで、このアップデートの真の価値が理解できるはずです。
テクノロジーが音楽制作の限界をどう拡張していくのか、これからも非常に楽しみですね。本当ですね。最後に、あなたに一つ示唆に富む問いを残して終わりにしたいと思います。はい。もし今、あなたの手元にこの覚醒したトンバークがあったら、まずは日常のどんな音をウェーブテーブルエンジンに放り込んで、自分だけのモンスターサウンドに作り変えてみたいですか？面白い問いですね。ぜひ想像を膨らませてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。